はい、今回は1993年にリカルド・パトレーゼがなぜ苦戦したのかというのを分析したいと思います。93年ベネトンに移籍したパトレーゼ、シーズン通してチームメイトのシューマッハに勝てず、シーズン終了後に引退、セナ・マンセルと競った速さはどこに消えた。ベネトンもパトレーゼの速さとアクティブサスをよく知ってるっていうことで雇ったと思うんですけども、結局シーズンが始まってみると、アクティブサスの経験のなかったシューマッハの方が速くて、経験者のパトレーゼの方が遅かったです。そもそもパトレーゼのドライビングスタイルはどういうものなのかというと、車体に無駄な G の変化を与えない、極めてスムーズで流れるようなステアリング&ペダルワーク。ステアリングを急激に切るのではなく、ブレーキリリースと同時にじわりと負荷をフロントからリアへ移しながらコーナーへ進入する。パトレーゼのドライビングスタイルは基本に忠実と言えばいいんですがね、昔ながらの手堅いドライビングということだと思います。アンダーステアに対してはステアリング操作やペダル調整で対応できたが、リアが突如ブレーキするオーバーステア挙動を極度に嫌った。車をスライドさせたりとか、そういう特殊な操作はしないので、車自体がオーバーステア特性になっちゃうと苦手だったということでしょうか。で、ベネトンに移ってどうだったかの話なんですが、B193 の特性に苦戦。フロントのダウンフォースが非常に強く、ターンインでリアが激しくナーバスになりやすい。強烈なオーバーステア傾向を持つマシン。アンダーステア気味の安定したセットアップにせざるを得ず、結果として本来の空力パフォーマンスを吹き出せなかった。まずベネトンの B193 ですが、アクティブサスがついていようがいまいが、この特性自体は同じだっていうことです。もっと言うと前年の B192 もこの特性でした。ここから先の説明の B193 はアクティブサスのついた B193B だと思ってください。何しろアクティブサスがついたところでその特性は変わらないと。なので、もともとオーバーステアが嫌いなパトレーゼにとっては、苦手な特性なわけですね。アンダーステア気味のセッティングにせざるを得ないので、空力性能をあまり出せなかったということみたいですね。いきなり厳しいことを言っちゃうと、車の特性に合わせてドライビングを変えるほどパトレーゼは器用ではないということですね。で、ちなみに前年の B192 で、マーチン・ブランドルはどういう風に対応してたかっていうと、ちゃんとドライビングを変えて対応してました。それはまた別の機会に紹介したいと思います。アクティブサスにも違和感。ベネトンのアクティブシステムは油圧制御によって車高を一定に保つため、ステアリングから限界付近のフィードバックが打ち消されてしまい、限界がどこにあるかわからない。ベネトンのアクティブサスは、マクラーレンとかウィリアムズと違って、ダンパーとかスプリングがないので、完全に油圧制御なんですね。なので、ウィリアムズのアクティブサスよりもステアリングからのフィードバックが弱いわけです。で、パトレーゼにとっては限界がつかめない車。92年のウィリアムズでのアクティブサスでも、ブレーキングでフロントに油圧が送られる瞬間、フロントの感触が弱くなるという現象があって、それもパトレーゼは苦手としてましたけど、マンセルはそれを気にせず乗りこなせました。で、このベネトンに来てみたら、もっとフィードバックが弱いアクティブサスのシステムだってことですね。そもそもシャーシがオーバーステア特性で、アクティブサスがそもそもドライバーに対してのフィードバックが弱いシステム。このマシンの特性を知ってしまうと、パトレーゼはなんで移籍してしまったんだろうと思うぐらい、パトレーゼに全く合わない車ですね。こっから先は、じゃあシューマッハはどう乗ってたのかっていう話になります。シューマッハはアクティブ適応。車体が路面に対してどう動いているかという物理感覚よりも、電子制御のアルゴリズムがマシンをどう安定させるかを機械的に信頼し、フィードバックが薄くても計算上の極限スピードでコーナーに飛び込むことができた。シューマッハはアクティブサスにも完全に適応してるんですね。もちろん彼もマシンからのフィードバックがあった方がいいんでしょうけど、それでも車の限界を予測してコーナーに飛び込むことができたということですね。じゃあ具体的にシューマッハはどのようにドライビングしてたかということなんですけども、シューマッハラインと呼ばれる V 字走法。コーナー進入時に左足ブレーキとステアリングで強引にリアをスライドさせ、エイペックスに達する前にマシンをコーナー出口へ向き替えさせる。まずシューマッハが左足ブレーキをこの時点で多用しているってことです。シューマッハの左足ブレーキに関しては、それだけでまた別の機会に動画作りたいと思います。で、リアをスライドさせて強引に曲がっていく。この運転自体はシューマッハってこういう運転だよねってわかるんですが、
気になるのが、この年のマシンは超ハイテクですよね。アクティブサスもついてるし、トラクションコントロールもついてるし。トラクションコントロールのことはちょっと置いといて、アクティブサスが姿勢制御してくれるのに、なんで左足ブレーキを無理やり使ってんだろう。で、使ったとしても、車はどんな動きをしちゃうんだろうっていうのがすごい気になりますけど、こういうことのようです。アクティブサスプラス左足ブレーキ。コーナー進入時、スロットルを 10% から 15% ほど開けたまま左足で強烈にブレーキを踏み込む。エンジン駆動力をリアに残し、車体が前傾しすぎるのを物理的に抑え込み、アクティブサスのコンピューターが補正制御を開始する前のコンマ数秒の姿勢変化をペダルワークでフラットに保った。ブレーキングを開始するとフロントに油圧が送られて、その間コンマ何秒だけど、フロントが踏ん張ってくれるまでに時間があるわけですね。これは先ほども紹介した通り、ウィリアムズの車でもあったわけですけど、もしかしたら完全油圧制御のベネトンのマシンの方がその癖が強いのかもしれませんね。で、それをシューマッハは左足ブレーキで前もってコントロールして抑えてるってことですね。アクティブサスの制御よりも早く自分のドライビングで車が前に前傾しすぎないように抑え込んでるってことですね。アクティブサスをただ単に使いこなすっていうことだけじゃなくて、アクティブサスの動きもシューマッハは補助して車の性能を最大に引き出してるってことですよね。おそらくこのアクティブサスの車でこんな運転をしてんのはシューマッハだけだと思うんですね。ここまで明確に左足ブレーキで車を制御してるっていうのは。これは知らなかったです。姿勢制御以外にも左足ブレーキのメリットを紹介しておくと、スロットルを開けておくことで排気を止めず、リアディフューザーに吹き付け、続けて進入時のリアダウンフォースを保持。クリッピングポイントに達した瞬間、左足を上げるだけで瞬時に 100% のパワーがかかる。アクセルを少し開けたままにしてるということは当たり前の話ですけど、エンジンの回転数は下がりづらいですから、排気ディフューザーが効いてるわけですね。だからコーナーリング中も排気ディフューザーを効かせてると。ブレーキでエンジンの回転が上がるのを抑えているわけですから、ブレーキをリリースすれば即座に加速してくれるわけですね。まあそういうメリットがある。このシューマッハのドライビングについて、チームのエアロダイナミシスト、ウィレム・トートさんはこう言ってます。1993年のマシンは車高の変化に対して非常に過敏だった。数ミリ車高が変わるだけでダウンフォースのバランスが劇的に変化した。この時のマシンはアクティブサスを積むってもう前提ですから、おそらく空力設計をめっちゃ攻めたんでしょうね。車高はそんなに変化しない。その分最大のダウンフォースが出る設計にしようと。そんな感じでおそらく設計したんだと思いますけど、まあそれによって数ミリ変わるだけでダウンフォースがすごい変わってしまうと。リカルドは車高が安定するのを待ってからコーナーを曲がろうとしてたが、ミハエルは左足ブレーキを使って意図的に車高を低く保ち続けた。ミハエルはマシンを空力的に一番美味しい状態に強制的に固定して走っていたんだ。パトレーゼはあくまでアクティブサスの自然な動きに任せて車を運転するしかないけど、シューマッハの場合は自分で車高を制御しているので、ダウンフォースが強い姿勢をキープし続けているわけですね。たとえアクティブサスがついていても、より速く走るために自分でそこまでコントロールするっていうことですね。で、ロス・ブラウンさんはこう言ってます。リカルドは本当に紳士で素晴らしいドライバーだった。彼はミハエルのテレメトリーデータを見て、彼がどうやってこの速度でコーナーに入っているのかはデータを見ればわかる。でも私にはこの車のリアが流れる感覚に耐えて同じ操作を再現することができないと認めていた。パトレーゼはテレメトリーデータを見て、シューマッハがこういうドライビングをしてるっていうのは分かったわけです。分かったけど真似できない。言い訳しないで認めてたんですね。マシンが変わったらドライビングも急に変えるってことができるのは本当に数少ないドライバーですから、このパトレーゼの感覚は至って普通なんでしょうね。彼が劣っているというよりもシューマッハが特別だということでしょう。パット・シモンズさんはこう言ってます。パトレーゼが遅かったのではなく、シューマッハが F1 の物理的な限界値を塗り替えてしまった。その通りなんでしょう。そもそも車をデザインするときに、左足ブレーキを使って車を強引に制御しながらオーバーステアで曲がる。そういう前提で車はデザインしないでしょうから、シューマッハのような運転をすると、最初に想定した車の速さ、性能よりも上回った速さを出してしまうんでしょうね。で、もちろんシューマッハがそうやってどんどん速さを引き出してしまうので、車の方向性は
どんどんシューマッハ寄りになってしまう。それはしょうがないですよね。F1 チームは速く走るため、競争するためにいるわけですから、速さを追求しなかったら意味はないので、ごくごく当然なことだと思います。パトレーゼに話が戻りますけど、92年マンセルに負けて心機一転このベネトンチームに93年やってきたわけですけど、そしたら今度はシューマッハにボロ負けしてしまったと。年齢的な理由もあるでしょうけど、ここで彼が引退してしまったのはまあ当然かなと思います。それ以前はかなりの速さを見せていたパトレーゼですけども、2年連続ここまでチームメイトに打ち負かされてしまうと、ドライバーのモチベーションとしてはかなり辛いものがあったんだろうと思います。この当時私はパトレーゼファンだったので、なんで年々遅くなってしまうのか理由がわかんなくて非常に不思議に思ってました。まあ今回のこの動画を作って理由がはっきり分かって、まあ少しだけスッキリしました。はい。皆さんはどのように感じましたでしょうか。まあ動画の途中でもちょっと言いましたけど、この前年92年シューマッハのチームメイトだったブランドルはどうやって運転してたのかという話と、シューマッハの左足ブレーキについての詳しい解説はまた別の動画で作りたいと思います。はい。じゃあまた次回も頑張りますのでよろしくお願いします。